トータル6、7時間ぐらいかかるんですけど、なかなかの本気のいる作業ですね。での感触で、この後どうなるかな、熟成具合はどうかなとか、うまくできるかなみたいな感じのをずっと考えながら、麺に含まれている水分量が今の気温とか湿度とかに合ってるかなとかって、そういったのがやっぱり重要になってくるんです。集中力がなくなっちゃうと結構面同士の隙間が空きすぎちゃったりとか、なんか結構雑になっちゃうんで、そこはもう、丁寧にやることを意識していますね。ここでもう、そうめんの出来が全てが決まりと言っても過言じゃないかなとは思います。前日に、仕込みをするんですが、翌日の、天気だったり湿度、気温、を、大体予測して、その塩分、その塩水の塩分だったりとか、あとは水分量だったりとかっていうのを調整しますね。それが決まってないと、翌日のものにはならない。もう全部商品にならない時もあります。
長めに茹でられて、はい、キャッシュドルでも美味しく作れますし、はい、牛乳とかお吸い物とかでも食べれますので、はい、ありがとうござすいません、おいます。待たせしました。はい、またすいません、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。させてもらいます。ありがとうございます。失礼します。なんか30個、30個頑張ります。はい。火曜日の朝30個入れて再開して。はい。で、4枚ぐらいまでに準備できる感じですね。そうです。ありがとうございます。その麺の熟成度合いによって、あまりおびきを引きすぎてしまったら、伸びすぎちゃってですね、細くなりすぎて切れてしまったりとか、あまり引かなかったら、逆に、伸びが来なくてですね、麺自体が太くなっちゃったりとか。掴むまでは伸ばしすぎちゃったりとかして、すごく失敗はしましたね。でも失敗がなかったら、今みたいにはできてないかなと。
いや、もう全部こだわってます。最初から最後は。もうずっと江戸時代から変わらない作り方をしてるんですよ。作り方そのものがこだわりの塊というか。自分もこの製法で祖母から習ったんですけど、そのばあちゃんもその祖母もそのばあちゃんから習って製法になってるんですよ。もうそうなくなってるんですけど、修行してる時と一緒に作ってて、で今亡くなって今一人で作ってるじゃないですか。やっぱ作ってる時はなんかそのうちのおばあちゃんと作ってた、時のことを思い出して、なんですかね、その時だけがそのおばあちゃんとつながってるというか、そういう感覚ではあります。せっかくつないでもらったんで、その、先生からですね、次に、つないでいくっていうのがやっぱ私の目標ではありますね。個人からのその取材なんかとかも積極的に受けていって、やっぱより多くの人に知ってもらわないと意味がないんです。なんかそこはちょっと頑張ってますね。